皆さんこんにちは、ナイスタです。元気ですか？今日はですね、インタビュー動画になります。はい、初めてチリの方とお話しします。今日話すチリの方は今チリに住んでいて、なので Zoom 経由でインタビューを取りたいと思います。そして彼女はおむすびチャンネルの配信者でもあります。じゃあ、今から Zoom でつなぎます。はい、こんにちは。軽く自己紹介お願いします。皆さん、こんにちは。私の名前はニコル。ニックネームはニチキ。ニコと呼んでもいいよ。私は英語と日本語を勉強しました。大学で。そして、今、ジャムスミチャンネルに、始めました。本当に練習したいの？私の日本語を練習したいの？よろしくね。かわいい。大学で、今でも大学ですか？大学生ですか？それじゃないの。私はもう27歳ですね。じゃあもう仕事しこてます。そうですね。医療センターの秘書です。医療センター、病院ってことですか？そうですね。すごい。大変そう、病院の仕事。そうですね。頑張ってください。ありがとうございますね。ちなみに、大学で日本語と英語を勉強したと言いましたが、今は、今の仕事は全然英語とか日本語に関係ないですか？それないの。プランがあるけど、語を使って秒でうん、があるけど、まだ何もしませんね。なるほど。じゃあ、今後は、言語を使って仕事したいんですけど、今は、まだ今の仕事やっているっそう。て感じですね。うんうん。おむすびチャンネルで日本語をね、練習しながらもっと上達させて、で、日本語に関係ある、ね、仕事をできればいいですね。そうですね。本当にあまり、私はあまり練習、しませんですね。私の日本語。そして間違いがあって、すみません。間違いは私でも結構長く日本語を勉強してるんですけど、私でもまだまだ間違いがあります。なので間違いのことを全然気にしなくてもいいと思います。練習は一そうね。番大事。よかった。なんか後ろ部屋を見えるんですけど、なんかすごくそうですね。いろいろ刀とか、なんてフィギュアとかあって、うん。なんか刀一番気になるんですね、私。歴史がそうですね。好きで、もしかして日木さんも好きかな？そのことも好きけど、この部屋で私の恋人あら、もストリームをしますね。なるほどね。そして、これは、その盾、刀、もっと剣があります。それは全部、アニメとゲームの刀。ああ、なるほど。うん、彼氏さんも日本とかアニメが好きですか？そうですね。ああ、なるほど。彼氏さんも日本語を話せますか？言葉はわかりますけど、話せません。2人で同じなんか趣味とか同じ興味とかを持ってなんかいろいろ話すテーマが多いと思います。そうですね。その理由私たち一緒になりましたね。ちなみに日本語をなんで勉強し始めましたか？私は小さなの時にフィギュアスケート始めました。へえ。そうですね。そして、その後ビデオをたくさん見た。そして、アイススケーターを見つけましたね。日本のアイススケーターを見つけました。そして、え大ファンになりました。すごい。その人のうんうん。名前を覚えてますか？一番見たの日本のスケーター、高橋大輔。そして、浅田真央も見た。今、羽生結弦うん。も見ましたね。そして、私は、インタビューを分かりたかったね。うーん。そして、日本語勉強したいと言いました。すごいなんか、とても珍しい理由ですね。いや、なんか本当にすごい。フィギュアスケー
方はきっかけになって、今でもフィギュアスケートできますか？そうですね。あまり時間がないけど、もうします。すごい羨ましい。なんかそういういろんな、なんだろう、こういうポーズとか、なんか、そうですね。なんていうかわからないけど。まだこれをします。いいよ。私はたくさん練習しましたけど、プロになりたかったんですか？実は私はスケーター大好きけど、もっとプロの人がある。そして楽しんでいますけど、それだけね。ああ、なるほどね。プロになりたくはなかったけど、まあでも楽しいから、まあ楽しむために、やっていました。そうですね。大学の専門は、日本語でした。そうです。英語と日本語、うー翻ん、訳を勉強しましたね。Linguistics。言語学。そうですね。それを勉強しましたね。日本語とか、日本に関わる仕事が結構多いですか？チリでは。ありますけど、私の自信がありませんでした。まあでも、これから、あの、もちろん、頑張っていますね。今、私の日本語は本当に悪くないと見つけた。そうしん、て、もっと頑張っていますね。そう、全然悪くない。だって今、私たち会話できてるじゃん。それは問題あった。私の大学であまり会話を練習していませんか？うーん、いろいろのことを勉強しました。英語、日本語、スペイン語も勉強しました。そして会話の練習はちょっと難しいよ。まあ、すごく気持ちわかります。私も、まあ、大学で日本語と英語を勉強したんですけど、会話の練習は一番少なかったかな。うん。もう英語の会話の練習はもう全くなかった。日本語は少しあったけど、英語はもうゼロ。私は、実は恋人、恋人と家族、それ、日本語と英語を練習しますね。家族ともそう、私の妹、もちろん、彼女は全然わからないの。でも、妹と言って、私と言いますね。少しずつ分かるようになりますね、こうやって。そうですね。ちなみに日本に行ったことありますか？そう、行きましたね。いつ行きましたか？2019年。2019年、ああ、じゃあちょうどコロナの前ですね。ラッキーでそうしたね。ですね。どこ行きましたか？東京に行きました。あまりお金がなかったから、他の場所に行かなかった。うーん、まあ、まずは、まあ、私も初めて日本に行った時に東京だけでした。なので、まあ、そう最初ですね。は東京だけでいいかもしれません。その時行ったのは旅行ですか？留学ですか？休みの旅行でした。うーん、私は恋人2人のお友達行きました。じゃあ4人で。そうですね。ああ、楽しそう。多分楽しかったでしょうね。本当に楽しかった。私だけ日本語を話せますから本当に緊張していました。ああ、大変でしたね、多分。いろいろなんえか、通訳しないといけないし、なんかいろいろそうで聞かないといけすね。ないし、私も昔、友達と一緒に大阪行きましたが、そうですね。で、その時は日本語できたけど、でもやっぱり友達が全然日本語わからないから、なんかずっとそう。私にいろいろ聞いてた。これってどうやっていく？これって何？これってなんか聞かないといけないとか。とても大変で、まあでもすごく楽しかったけど、でも一番なんか責任感じてる。そうですね。私たちは本当にたくさん Google マップスを使った。いいね。それはいいだったねですね。どのくらい滞在しましたか？どのくらい東京にいましたか2週間ぐらいね。？2時間くらい。ああ、なるほどね。気に入ったと思いますが、なんかびっくりしたことありましたか？日本からチリまで、帰りました。飛行機に乗り遅れた。あれ？東京の地下鉄のシステムは大きすぎた。そして迷いました。ああらまあ。で、そしたら、飛行機に間に合わなかった。そうですね。ああ、そやばい。してもう
お金がなかった。そして高校で寝ました。面白い経験でした。空港で私も寝たことあります。そうですね。日本の大阪の。そう、飛行おー機は結構早かったから、5時くらい朝。だから、電車で行くのは、まあ、朝から電車で行くのはあ無理だったので、夜の10時くらいに空港行って、で、そこで、なんか寝れる場所があって、なんかみんな、なんかすごい、なんかベッドみたいなところ、なんかいろんな椅子とか、そう。なんか、なんだろう、待合室みたいな、わかんない。寝るなんていうかわからないけど、でもなんかブランケットとかももらえるし、で、そこで、そう、飛行機の時間まで寝ていまうん、した。そうですね。ちょうど友達と一緒にいた時、大阪に。でも、私の経験は私のせいで。うん、まあでも、良かったですね。ちゃんと帰うん、れて、そうですね。ちゃんと。本当に心配しましたね。違う国の空港で寝たことないんですけど、でも日本の空港はもう本当に快適だと思いました。そうですね。本当にでした。それで、ローソンで、弁当を買いましうた。そしん。て、いろいろなことがあったね。スタッフの本当に優しいよ。私の、日本語の経験、みんな優しかったね。うん。地下鉄で、Google マップを読んで、この人々を聞いて、あ、どこに行きます英語で話して、うん。どこに行きます ?Where are you going? あ、that way, that way. クソン鉄だったね。なんか東京の中でなんかびっくりしたことありますか？全部。全部。地下鉄システムは、ああ、でっかい。そうですね。どこでも地下鉄使って、行くことできますね。うん。確かに。なんかそう、交通システムがすごい。そうですね。どこの出身ですか？チリのどうん、こ？サンティアゴで住んでいますね。ああ、でも、地下鉄のシステムは日本より小さい。ああ、小さいの？私の夢は高校で働きたいね。ああ、でも、そこで地下鉄はない。そして難しい。私の家からサンティアゴの空港まで、行くことは本当に難しいと思いますから、うーえっん。と、まだまだその仕事をしないの。じゃあ、日本の空港で働いたらどうですか？成田とか羽田とか。面白いね。それは私の夢。私は本当に英語と日本語を使って、使う仕事が欲しいよ。まあ、じゃあその夢に向けて日本語とか、まあ、英語も多分大丈夫だと思うんですけど、日本語の練習ね、あ、もっとしましょう。頑張ってもっください。と練習しますね。今日ありがとうございました。いろいろ面白い話してくれて楽しかったです。本当にありがとうございます。実はこれは本当に楽しかったね。あ、本当？あ、嬉しい。友達と話してみたかったね。あー嬉しいの。私もね、初めて会った感覚はなかったんですね。そうですね。嬉しい。じゃあ、ということで、今日の動画をここまでにしたいと思います。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。バイバイ。